人生初の高知旅。実際に訪れてみて、海や川がとても美しく、そしてご飯が美味しい場所だと感じました。こちらの動画では各スポットの詳しい行き方や入場料、観光の所要時間におすすめグルメなどを詳しくお伝えします。これから高知県へ行こうと思っている皆様の参考にきっとなるはず。高知観光を計画されているようでしたら、ぜひ最後までご覧ください。なお、こちらのチャンネルでは国内外を問わず、毎回実際に訪れた観光地の詳細や宿泊したホテル、ご飯屋さんの情報はもちろん、旅先での失敗談なども積極的に発信しています。旅行好きの人はこれを機会にチャンネル登録をぜひお願いします。羽田空港に到着。人生初の四国旅行。4つの県すべてを巡る予定ですが、最初の目的地は高知県四万十市。ということで、羽田空港から高知龍馬空港を目指しました。高知龍馬空港に無事到着。バスで市内中心へ向かいます。高知駅までは1人片道740円でした。30分ほどで高知駅に到着。ここから四万十市の中心駅、中村駅を目指します。特急足摺号を利用。そのため乗車券のほか特急券が必要です。料金は合計で1人4370円でした。羽田空港のフライトからおよそ6時間、ついに四万十市の中村駅に到着。予約していたのはホテルサンリバー四万十。広くはないですが綺麗なお部屋。2名2泊朝食付きで19,980円でした。夕飯を食べに行きましょう。この日はこちら野良黒さんへ。中村駅から徒歩15分ほどの場所にあります。お通しはナスのおひたし。優しい旨味が凝縮。初手から上品なうまさにとても幸せです。メニューは控えめなお値段。どんどん注文しましょう。ベシャメルソースのエビグラタン。エビはプリプリ。濃厚ソースとベストマッチ。こちらはカジキのたたき。臭みは一切なく、レモンと合わせると爽やかさが突き抜けます。せっかくなので地酒もいただきましょう。実はおかみさんは日本酒ソムリエということでおすすめを注文。出してもらったのはこちらのクロソン。飲みやすく爽やかなカジキのたたきにとても合いました。白身魚のフライ、サクサクの衣とソース、そしてふわふわな白身が素敵なハーモニーを奏でます。もちろんクロソンとも相性バッチリ。こちらはドラゴンロール、うなぎの巻き寿司です。肉質は柔らかく、タレは上品。さらに中にはチーズも入っています。サワラの塩麹焼き、無添加国産ちゃんじゃ巻き、せせりとニラの炒め物。どの料理も本当に美味しかったです。これだけ食べてもお酒と合わせて8000円しませんでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。皆さんも野良黒さん訪れてみてはいかがでしょうか。この日は午前6時から行動開始。ホテルの自転車を借り、早朝の四万十川を見に行きます。明日は屋形船に乗る予定ですが、天気予報では雨とのこと。ということで乗れないことも見越して朝一の四万十川に向かったのでした。早朝とあって霧がすごいです。見晴らしは悪いですが雰囲気があってとても素敵。何かの物語の始まりのよう。日本最後の清流と名高い四万十川、霧と朝焼けで神秘的な美しさを放っていました。一度ホテルに戻って朝食をいただきましょう。ビュッフェスタイル。いっぱい食べてこれからの観光に備えるのでした。朝食後、四万十市の中村駅へ。現在地はこちら。ここから足摺岬、さらに柏島へと行く予定ですが、これらエリアは電車がありません。そこでバスツアーを申し込みました。予約したのは四万十足摺号。私たちがお願いしたルートは1人3800円。ちなみにこの日の参加者は私たちだけ。
豪華なバスを貸し切り状態。公式サイトにも1名からツアー最高とありました。車が運転できなくても足摺岬や柏島の方までお得に行けるのはとてもありがたいですよね。バスに揺られること1時間ちょっと。最初の目的地足摺岬に到着したのでした。到着して早々観光ボランティアさんと合流。いろいろと教えてもらえるのもツアーだからこそのメリットでしょう。そしてここが四国の最南端足摺岬。絶景が広がります。すごい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 。さて足摺岬には立派なお寺があります。それがこちら金剛福寺。1200年前に空海が建立したお寺。とても由緒正しい場所なのです。また四国といえばお遍路さんですが、ここも88カ所巡りの一つに数えられる場所。四国最南端ということで、前後のポイント札所から一番遠くにある場所なんだとか。時刻は午前10時10分。足摺岬を1時間堪能した後、次に向かったのは大阪海遊館海洋生物研究所いぶりセンター。ここには2頭のジンベエザメがいます。その大きさから水族館ではめったに見られないレアキャラ。タイミングが良ければご飯を食べている様子が見られるそうです。ジョン万次郎資料館を挟み、次に向かったのは辰串海岸。まずはここでグラスボートに乗船。料金はツアー割引が適用され1人1600円。それでは乗り込みましょう。グラスボートは船底が透明に加工された船となります。水中がきれいに見えるポイントがあるそうで、そちらまで移動してくれることに。たくさんのお魚とサンゴを堪能。そしてさらに進み、奇岩地帯見残し海岸へ到着。道は険しくアスレチックのようですが、頑張っていった先の海はとてもきれい。この岩の名前は包岩。太鼓の包みのような音が鳴ります。個人的には奇岩は穴ぼこだらけで少し気持ち悪くも感じてしまいましたが、海は最高に綺麗でした。途中、大竹、小竹と呼ばれる奇岩なども見学。気がついたらあと10分ほどでバスが出発する時間になっていたので、急いでランチを取り、次の目的地柏島に向かったのでした。運転手さんが島に入る前に全景がわかる場所で降ろしてくれました。そして柏島に到着。船が浮いているように見える海として知る人ぞ知る場所です。肉眼だともっと綺麗。四国の最果てのような場所ですが、来られて本当に良かったです。その後、宿毛歴史館、林邸を経由し、出発地中村駅に戻ったのでした。充実の観光を終え、お腹もペコペコということで夕飯にしましょう。この日は地元で人気のお店、土佐の地酒と四万十川の川魚、ゴリの唐揚げなどを堪能。そして明日に備え、早々にホテルに戻ったのでした。昨日よりも早い午前5時45分から行動開始。朝食代がもったいないですが、ホテルも早々にチェックアウト。というのもこの日は前日の天気予報の通り雨模様。これではせっかくの四万十川も魅力が半減。予定していた屋形船は次の機会に取っておき、早朝に四万十市を出発したのでした。訪れたのは龍河洞。ここは日本三大鍾乳洞の一つに数えられる場所。鍾乳洞なら雨でもあまり関係なく楽しめるかなと思い、予定にはなかったですが訪れてみました。で、あれ？鍾乳洞はどこ？どうやらこの奥にあるよう。階段とエスカレーターが並走していますが、迷わずエスカレーターを選択。苔に侵食された鳥居、とても雰囲気があります。龍河洞の入り口に到着。日本を代表する鍾乳洞とのことでとても楽しみ。入場料は大人1人1000円でした。それでは入りましょう。ちなみに入り口の人に確認したら撮影は OK とのことでした。鍾乳洞は分かっている限り全長4キロ。そのうち一般客が入れるのは1キロほどなんだとか。またここは弥生土器も数十点出土しているらしく、弥生時代の生活を知る貴重な史跡でもあるそう。道は整備されていますが滑りやすいので注意して進みましょう。鍾乳洞の中に滝がありました。とても神秘的で素敵です。
その後も巨大な鍾乳石が続きます。なお、龍河洞は標高差が激しい鍾乳洞。一番低いところから高いところで20階建てのビルに相当するのだとか。普通の建物でも20階分を上り下りするのは大変ですよね。体力に自信がある人でも休み休み登ることをお勧めします。さて、龍河洞には最後の最後にものすごい仕掛けがあります。それが鍾乳洞を使ったプロジェクションマッピング。鍾乳石それぞれに合うように設計された光の演出が見事。ぜひ現地でご覧ください。ちなみに観光の所要時間は1時間ほどでした。龍河洞を堪能した私たちが次に向かったのは高知駅。高知にいると頻繁に見かけるのですが、アンパンマン列車に遭遇。龍河洞のある高知県香美市には柳瀬隆記念館もあるそうなので、次訪れた際は絶対に行ってみたいと思います。高知駅に到着したタイミングでちょうどランチタイム。この日は高知駅前の日本料理店下本さんにお邪魔しました。こちらは混ぜそば。お値段は950円。スパイスと肉味噌の風味がよく絡み、とても美味しかったです。こちらは白身魚フライ定食。お値段は1200円。フライは肉厚で大満足。唐揚げも一緒に楽しめるのが嬉しかったです。下本さんの場所はこちら。高知駅からも徒歩5分ほどの場所にあります。ランチで迷ったら訪れてみてはいかがでしょうか。さて、雨は降ったり止んだり。高知市内で雨でも楽しめる場所は、そうだ、高知城へ行ってみましょう。人生初の路面電車に揺られ、まずは播磨屋橋へ。よさこい節の一節にも出てくる有名な橋です。美しい水路と赤い橋のコントラストがとても綺麗でした。播磨屋橋から歩くこと1キロほど。雨は激しくなってきましたが、高知城に到着。とても立派な石垣。しばらく行くと高知城の天守閣が見えてきました。現在日本で江戸時代に作られた天守が残るお城は12城だけ。高知城はその中の一つということでワクワクします。こちらが高知城の入り口。入場料は大人1人420円でした。中は博物館。山内一豊とその妻千代を題材とした大河ドラマ光明月次で使われたのでしょうか。立派な衣装も展示されていました。城内も庭もとても綺麗。そしてこちらが天守閣からの景色。瓦屋根が美しい立派なお城。ちなみに高知城の観光所要時間は1時間ほどでした。高知城の近くには人気のフードコート広め市場があります。せっかくなので何か食べようと思ったのですが、人が多すぎて断念。そうこうしているうちにチェックイン可能な午後3時になったので予約していたホテルへ。今回はコンフォートホテル高知さんに宿泊しました。広くはないですがモダンで綺麗なお部屋。水回りも必要十分。これで朝食込み1泊7000円ちょっとなら大満足ではないでしょうか。なお駅からは徒歩5分ほどの好立地。さらにホテル内にはコインランドリーもあってとても便利。私たちは2泊お世話になりました。そして楽しみな夕食の時間。この日訪れたのはお食事処青木さん。場所はこちら。高知駅からも近いので行きやすい場所にあります。結論、今回の四国旅で一番美味しく最高のお店でした。初手からレベルが違います。お通しだけでも5種類。しかもそれぞれの個性が一切被らず、どれもとても美味しいです。こちらはお刺身の盛り合わせ。高知に来てここまでカツオのたたきを我慢していたのですが大正解。肉厚で今まで食べてきたカツオやお刺身の中でも一番美味しかったです。こちらは鶏の味噌炒め。白米もセットで出してもらいました。お米はご当地の高知県産。鶏味噌と白米の最強タッグはきっと誰でも楽しめるお味。メニューの名前は忘れましたが美味しい焼き物。ネギが香ばしく山芋はふんわりしていて最高でした。これらにお酒や飲み物を加えてお値段は8000円程度。私たちはたまたま予約なしで入れましたが、その後訪れたお客さんたちは席がいっぱいで断られてしまっていました。それだけ大人気のお店。高知に行った際は皆様もぜひ予約して訪れてみてください。高知旅も4日目に突入。明日は徳島香川方面へ行く予定なので、今日が高知観光の最終日となります。
そしてその最終日に選んだのが仁淀川とその周辺。日本一美しいと言われる川です。ずっと行ってみたかった場所、とても楽しみです。ただ仁淀川やその周辺にあるニコ淵などへは電車では行けません。レンタカーを使えばそれが一番便利なのでしょうが、運転に自信のない私たちは高知駅から大人1枚260円の切符で最寄りの井野駅まで行き、そしてそこから観光タクシーを使ったのでした。まず最初に訪れたのは名古屋沈下橋。仁淀川に架かる沈下橋です。川が氾濫した際、橋が壊されないようにわざと沈む設計になっています。絵に描いたようなとても美しい光景、朝の空気と相まってとても素敵です。こちらは橋の上、穏やかな時間が流れます。橋から視線をそらしても絶景が広がります。水面も穏やかで綺麗。反対側の景色がこちら。ここまで来て本当に良かったと思わせてくれる場所でした。続いて訪れたのはこちらニコ淵。少し急な階段を降りると見えてきました。地元では聖地とされる場所。滝も湖も本当に美しいです。運転手さん曰く山間の湖ということで、日が一番差し込む正午がおすすめとのことでした。次に訪れたのはこちら安井渓谷。仁淀川の支流、安井川が流れる渓谷です。支流とあって美しさはさらに際立ちます。安井渓谷にある水晶淵、ニコ淵も青かったですが、それを上回る青さ、透明感がずば抜けています。さらに奥に行ってみましょう。こちらは安井川砂防ダム。青さと透明感が本当に美しく、自然の美しさに触れたい人には強くお勧めしたい場所でした。安井渓谷の魅力はこれだけでは終わりません。渓谷を散策しているだけでもまるで冒険のよう。どこを切り取っても絵になる場所。高知観光の際にはぜひ訪れてみてください。観光タクシーはここまで。25,700円で約4時間案内してくださいました。さて午後は人生初のカヤックに挑戦する予定。ということで、しっかりランチをいただきましょう。訪れたのはこちらサンソンレストランよさクラブ。定食が700円とリーズナブルなのもありがたかったです。ご飯も食べたので次の目的地、仁淀川アウトドアセンターへ向かいましょう。こんなに美しい川でカヤッキングに初挑戦です。研修もありましたので、初めての人でも安心。カヤックは浮かんでいるだけでも気持ちいいですし、教えてもらった通りに漕げばしっかり進みます。また仁淀川アウトドアセンターさんではカヤッキングの様子をドローン撮影してくれます。その点も嬉しいポイントでした。仁淀ブルーで自然と触れ合うとても充実した時間を過ごさせてもらいました。ちなみに料金は2時間で1人6500円。普段このようなアクティビティをやらない人でも手軽にできます。きっといい思い出になるはずですので、皆様も挑戦してみてはいかがでしょうか。高知市内へ戻りましょう。公共交通機関の場合、池谷バス停から佐川駅まで行き、そこから電車で高知駅まで帰るルートとなります。無事に戻ってこられたので夕飯にしましょう。最初に立ち寄ったのは高知市内でも有名な餃子屋台。一皿500円ととてもリーズナブル。ビールと一緒に軽く食べたい人におすすめです。さて私は知らなかったのですが、高知は鍋焼きラーメンが有名とのことで挑戦してみることに。見た目通りの熱々ですが優しいお味。麺が一玉入った台で770円。お得にご当地グルメを楽しみたい人は餃子と鍋焼きラーメンおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が参考になったようでしたら幸いです。
またもし高知県にお詳しい人がいらっしゃいましたら、コメント欄からおすすめのご飯屋さんや観光地を教えていただけますと嬉しいです。これから高知へ旅行しようと思っている皆様の参考にきっとなるはず。ぜひお願いします。その他チャンネル登録やグッドボタンを押していただけますととても励みになります。そちらも合わせてお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。